はい、どうもこんにちは。前回ですね、こちらのステアリングをつけたんですけれども、こちら何のためにつけたかと言いますと、ハンドルをもっと手前にして操作感を上げたいっていうのと同時に、フロントタイヤの接地感、こちらをですね、わかりやすくするために取り付けました。さらに、クイックリリースボスをつけて取り外せるような感じでしました。これはなんでクイックリリースボスをつけたのかと言いますと、実はただ単にドレスアップ目的ではなくて、これからやろうとしているシートの交換、そのためにですね、ハンドルの意識を交換しました。今回はこのシートをですね、交換するにあたって、もちろん最速 AZ ワゴンを目指すためには、体のホールド具合なんかを保持しなければいけないと同時にですね、シートを交換することによって、リアタイヤの接地感、こちらを感じ取りやすくするために交換します。マーブラ実はですね、運転が好きなんですけれども、鈍感なんですね。それなので、ハンドルを交換してタイヤの接地感を感じ取りやすくする。そして、シートを交換してリアタイヤの接地感を感じやすくする。そうやって車両の情報を体で感じ取りやすくするための車作りというのが、マーブラの中での速く走るためのコツという捉え方がありますので、本日はこちらのシート交換を行いたいと思います。ワゴン R にバケットシートなんてって考えている方もいるかもしれませんが、自己満足の世界なんでガタガタ抜かさないでください。ということで、こちらのバケットシートの交換が気になる方は、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。さあ、それではですね、これからシート交換をするんですけれども、現状ではですね、このようなポジションになっていると覚えておいてください。それでは取り外す作業を行います。それではまず最初に取り外すんですけれども、取り外すときにまずはシートを一番後ろにしましょう。これはなってますね。そうしましたら、こちらのカバーがありますので、これを横の部分からクリップ外しなどを入れてね、カバーを取りましょう。よいしょ。はい、取れました。こちら側も同様に取りましょう。取れました。そうしますと、2本とも 17mm のボルトが刺さってますので、こちらを外します。そうしましたら、今度はシートを前に全開しましょう。汚いですね。そして後ろもですね、このカバーを最初に外します。はい、外れました。こちらも外します。はい、取れました。また同じく2本のボルトが 14mm でありますので、この2本を外します。そうしましたら、シートの固定が全て緩みましたので、シートを真ん中ぐらいまで下げましょう。そしたらこれを倒します。倒すと、ここにシートベルトのコネクターが刺さっておりますので、これをね、外しましょう。外れました。そうしましたら、もうこれでシートが外れます。ステアリングがないので楽です。さあ、これでシートが外せたんですが、このままバケットシートをつけるのではなく、こちらのね、シートベルトのキャッチャーの方、こちらをですね、取り外します。シートをね、横にしましょう。横にしたらカバーがありますので、これを取りましょう。はい、取れました。そしたらこちらまた 14mm のボルトが刺さってますので、これを緩めましょう。はい、取れました。このワッシャーなんかもね、新しいシートレールの方につけますので、忘れなく持っておいてください。そうしましたら、ここのね、カプラーがまだ残ってますので、これをシートレールから除去したいと思います。はい、取れましたら、シートベルトのホルダーがこのような感じで取り外せます。それでは、こちらが取り付ける予定のシートレールとなっております。こちらですね、セミバケもフルバケも使えるタイプで、一応ですね、このサイドステイがつくことによってフルバケが使えるような感じになってます。それで、シートというのはですね、結構車外のやつをつけるとずれるんですね。なので、センター出しというのが必要なんですけども、マーブラは一回、こちらの AZ ワゴンですと、車内が狭いですね。それなので、一応この取り付けの部分を若干こうやって隙間があるように調整できるんですね。それなので、この規定をですね、助手席側にできるだけ目いっぱい寄せてます。
それで一度つけてみて、ハンドルとシートのセンターの兼ね合いを見てみて、ずれてるようだったら調整すると。そして、さらにこの調整範囲でも調整がしきれなかったら、ワッシャーをかませるっていうのも一つの手だと思います。このね、ここでボルトを固定するときなんかに、ワッシャーを挟むことによって若干移動したりとかもできますので、それなんかで調整するといいと思います。今現状では、助手席側に目いっぱい寄せた状態で固定しております。これでバケットシートとシートベルトのホルダーをね、付けたいと思います。まずはこのシートベルトのホルダーを付けたいと思います。このボルトを緩めて、緩めたら純正のボルトは使わなくていいようです。これを使えば結構です。そして 14mm で締めます。こんな感じです。この高さはね、後ほど調整すればいいと思います。そしてバケットシートのいよいよお目見えです。はい、こちらなんですけれども、マーブラにはどこかのブランドのシートを買うというような予算はございませんので、いわゆるコピーもんかな。そんなシートを購入しました。横はこんな感じのシートになりまして、こちらはレカノのハンズ。こちらのですね、レプリカモデルとなります。それで、一応万が一の際を兼ねて、斜め後方の視界性は若干落ちるんですけれども、安全性も考慮ということで、このタイプを選びました。あとはですね、何より、こちら、かなりですね、腰の部分のホールドが深いんですね。それなので、このシートを選んだポイントでもあります。ただし、こちらを剥がしたりとかすると、縫製がですね、ひどいです。こんなです。クッションの方に全然縫製がされてなくて、もうマジックテープが剥がれるんじゃないかというような状態がいくつもあります。それでもうあまりにもひどすぎてマーブラ切ってしまったんですけれども、5、60センチぐらいの縫製されてない糸が出てきたりとかで、マーブラはこのシートはおすすめしません。やはりちゃんとしたものを買った方がいいんじゃないかなと思います。ブランドのシートをつけてかっこいいだろうではなくて、車をね早く走らせてかっこよくしたいので、とりあえずのシートでこちらを選びました。安かろう悪かろうですね。こちらのシートを先ほどのシートレールの方にドッキングして取り付けたいと思います。はい、ここで事件です。なんとこのシート買ったはいいんですけど、このシートレールに取り付けるためのここのボルトがですね存在しませんでした。シートレール側はシート付属のと言ってますし、シート側は何にもついてないということで、これ皆さん気をつけてください。これマーブラは今この木ネジボックスを探したら、たまたまですね、おそらく M10 だと思うんですけども、4本、ちょっと1本だけ形状が違うんですけども、合いそうなボルトがあったので、準備ができました。ただ、皆さんはくれぐれも購入することはないと思うんですけども、こんなシートね。なので、購入するときは、レプリカモンのシートを買うときなんかは、全部とは言えませんが、ボルトがついてない可能性高いので、十分お気をつけください。それでは、取り付けましょう。まずは、とりあえずは、一番ローポジションをつけてみたいと思います。ボルト届いてくる。ギリ届いた。後ろ側も一番下を取り付けます。これね、後でつけましょう。まだ仮止めの状態にしといてください。あれからですね、ボルト4本つけるのに1時間半かかりました。これね、フィッティングが悪すぎます。生地のね、縫製の作りが悪いだけかなと思ったら、ここのね、ボルトの場所がひどいんですよ。それなので、全然合わない。でもどうせだったらっていうので、フィッティングが悪すぎたので、ボルトの長さが合わなかったので、もっと長いやつを結局ですね、買いに行ってですね、結局1時間半格闘して、ようやくつきました。ただね、これ、私本当にセンターとか、そこら辺、調整の範囲で収まるかどうかがね、本当に心配ですね。これ皆さんね、買わないとは思うけど、絶対買わない方がいいシートですね。ボルトの穴も合ってないし、昔若い時にレプリカのフルバック買ったことありますけど、そこまでひどくなかったんで、今時のレプリカはもっとひどいですね。悪意を感じるぐらいの作りの悪さですね。これ皆さんお気をつけください。多分シートレールじゃないと思うんだよね。ひどかったです。これをね、あとは車体の方に取り付けてセンター具合を見るだけなので、早速やってみたいと思います。怒りで疲れ切っちゃいました。さあ、それでは参りましょう。まずは乗せたらシートベルトの警告灯をつけましょう。これとね、車体側のとシート側のつなぎ合わせましょう。どっか刺すところはないね。コードがね、結構いっぱいいっぱいです。なので、このまんまがいいと思います。
そうしましたら、シートを取り付けるときにですね、レールを移動したりとかしたら動かなくなっちゃったので、とりあえず後ろから付けたいと思います。とりあえず前側も仮止めをしましょう。はい、じゃあなんとか仮止めできたんで、本締めでちょっと固定してね、シートを後ろに下げたいと思います。取り付け完了しました。一応ですね、シート動くんですけど、かなりギツギツですね。このホールドの部分がやや干渉してますね。これがあるからなおさらちょっと動きが渋いっていうのもあります。残りをですね、乗っていくうちに調整していきたいと思います。とりあえず今回はここまでです。はい、実に20年ぶりぐらいのフルバケシートでございます。しっかりがっちりホールドされてるので、これは走りの方には期待できるんじゃないかなと思います。いかんせんね、今、ちょっとアクセルの足の届き具合とかはもう全然異なっちゃったんで、ここら辺はね、またシートの調整をして、それで自分の乗りやすいポジションにね、変えていこうと思います。とりあえずハンドルとの距離感に関しましては悪くないんですけども、この後にシートをもうちょっと前傾にしようかなと思います。その時に足の届き具合とか、ハンドルとの距離感とか、そのあたりがどうなるかはちょっとわからないんですけども、なんとか走る時まで調整をね、終えたいと思います。大変でした。でもね、こういうのもいい経験だと思いますので、あんまりない方がいいのかもしれないんですけども、予算が限られている方はこういうのをね、買うと、なかなか作りが荒いので、とりあえずはね、ついたんで何よりなんですけども、主流ブランドのものは買えませんが、こちらのね、割ったもんでも早く走れるように、こっちの方を磨きたいと思います。あとね、無地のシートだと寂しいので、せーの、ういっということで、ブリットのね、ヘッドパッドをつけてみました。もともとレカロのレプリカなんですけども、マーブラ個人的にはブリットさんが好きなので、ブリットのヘッドパッドをつけました。はい、ということで、なんとかいろいろありましたが、取り付けの方は完了しました。これでね、ドライビングポジションっていうのは、あとは調整すれば整うと思いますので、この状態から次はね、足回りとか、ブッシュとか、そこら辺なんかをね、整えていって、走る準備っていうのをしていきたいと思いますので、ぜひね、今後もお楽しみにしていただければと思います。ということで、なんだかんだありましたが、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が良かったねと思ったら、高評価やマーブラに応援のメッセージがありましたら、コメントの方よろしくお願いします。また、他の動画が気になる方は、チャンネル登録をしていただいて、どうぞいっぱい他の動画の方も見ていただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。